挑戦を恐れず自分の夢に向かって進んでいますか？挑戦し続けることが成功への鍵だ。三浦知良。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はサッカー選手三浦知良さんの言霊を紹介していきます。三浦知良さんは何度も挫折を経験しつつも常に挑戦し続けた経歴を持ちます。この言葉にはどんな背景と深い意味が込められているのかを探ります。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず三浦知良さんのルーツを探るところから始めていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハーメです。今日はキングカズこと三浦知良さんについていろいろ教えてもらえるということで興味を持ってきました。よろしくお願いします。早速ですが、キングカズの生い立ちや育った環境について知りたいです。キングカズの話をできるとは私も本当に楽しみだよ。じゃあ彼のバックグラウンドについて話していこう。1967年、神奈川県横浜市で三浦知良さんが生まれたんだ。幼い頃からサッカーが大好きで地元のクラブでずっとボールを蹴りまくってたんだ。家族や友達のサポートもあって才能が開花していったんだよ。中学に入るとますますサッカーに燃えて、高校では全国的に注目される存在になったんだ。高校を卒業してからはブラジルに渡ってプロのサッカー選手としてのキャリアをスタートさせることになったんだ。すごい経歴。少年時代から才能を開花させていたんですね。プロのキャリアはブラジルからスタートさせたんですよね。なんかすごい大変そうなイメージが湧いてきたんですけど。そうだね。ブラジルはサッカーのメッカで技術的にも超ハイレベルだからね。彼がそんな環境でどんな試練に直面したか話そう。1982年、15歳でブラジルに飛び込んだんだ。そこで言葉や文化の壁、そして猛烈な競争に立ち向かわなきゃいけなかったんだ。でも彼は自分のスキルとメンタルを磨いていったよ。孤独やホームシックにも悩まされたけど、それでも彼は立ち向かってきたんだ。この苦労が彼のキャリアの後半にも逆境に立ち向かう力として役立ってるんだ。三浦知良さんのこのブラジルでの初期の挑戦は彼のキャリアにとって超重要なんだ。すごい。だからサッカー界のパイオニアって呼ばれてるんだね。その後はどんな活躍をしたの？やっぱりずっと海外でプレーしてたのかな？ブラジルでの経験を経て、その後国内外で超活躍したんだ。彼のキャリアはワールドワイドでいろんなところで光ってるから、そのハイライトをいくつか紹介するよ。ブラジルでプロデビューしてから1986年に日本に戻って読売クラブ、今の東京ヴェルディ1969に入ったんだ。そこで大活躍してチームのリーグ連覇に大きく貢献したんだ。彼のアグレッシブなプレースタイルはサッカーの人気をぐんぐん高めたんだ。1990年代には J リーグがスタートして、そのトッププレイヤーとして活躍した。たくさんゴールを決めて個人としてもいっぱい賞をもらったよ。1993年にはまたしても海外から注目されてイタリアのジェノア CFC に移籍してセリエ A でプレーした日本人選手として歴史に名を刻んだんだ。その後日本に戻ってまた東京ヴェルディアとの J リーグのチームでプレーし続けている。現在でも現役でプレーしていて、長いキャリアと素晴らしいパフォーマンスでたくさんの若い選手に刺激を与え続けているよ。すごい情熱だね。まさにサッカーの申し子なんだ。でもそういうメンタリティを育てるにはきっと多くの経験や素晴らしい影響を受けた人間関係があったんじゃないかなって思うんだけど、そのあたりについて教えてもらえますか？そうだね。三浦知良さんのメンタリティはまさにサッカー界のレジェンド。彼がどんな人々や経験から影響を受けたか、ちょっと詳しく話してみよう。まずは家族の支えだね。特に父親は彼のサッカーの才能に早くから気づいて、それを伸ばすためにいろいろ努力してたんだ。彼のサッカーキャリアではたくさんのコーチや先輩選手たちから学ぶことができたんだ。特にブラジルでの経験では技術だけじゃなくてプロとしての姿勢や情熱も学んだんだよ。仲間との競争と協力も大事だったね。チームメイトとの関係が彼の成長には欠かせなかったんだ。彼はいつも周りの選手たちと競い合いながら協力し合って成長してきたんだ。最後はインスピレーションを受けたサッカー選手だね。彼はペレやジーコなどブラジルのレジェンドたちを尊敬してて、彼らのプレースタイルやキャリアを見習ってきたんだ。だから三浦知良さんのメンタリティは彼が直接経験したことだけじゃなくて周りの人たちの影響も受けてるんだよ。それが彼をサッカー界のシンボル的存在にしてる一因なんだね。やっぱり家族や環境で大きくプラスにつながっていくんだ。キングカズについてのルーツはだいぶ分かってきました。そこでやっぱり気になるのは挑戦し続けることが成功への鍵だ。
理をもっと深く知りたいです。家族の応援は力に変わると言っている偉人は多いね。では、言霊の背景や意味について次のセクションで詳しく説明していくね。挑戦し続けることが成功への鍵だ。三浦知良さんがこの言葉を口にした理由は、彼が長い間サッカーをやってきた中でたくさんの難題にぶつかってきたからだ。15歳で一人でブラジルに行った経験、その時の挑戦が彼のアイデンティティを形作る大事な部分になったんだよ。異文化の中で生活し、言葉の壁や孤独と戦いながら自分を鍛え上げた経験は、彼の挑戦することへの姿勢を深めて、それが彼のキャリア全体で力になったんだよ。三浦知良さんは挑戦することの意味を深く理解しているから、その言葉を選んだんだろうね。たった15歳で言葉も文化も違う環境に行くなんてすごすぎる。試練を乗り越えたキングカズだからみんなに尊敬されるんですね。プロキャリアでもきっといろんな試練が襲ってきたと思うんですけど、そういうエピソードはあるんですか？そうだね、たくさんの試練があったよ。その中で1994年のイタリアジェノアでのシーズンが特に印象的な試練だったんだ。彼は日本からイギリスセリエ A という世界で最も厳しいリーグでプレーすることになったんだ。この移籍は彼にとって大きなチャレンジで、期待と同時に厳しい試練も待っていたよ。セリエ A の最初のシーズンでは言語やプレースタイルの違い、そして高いプレッシャーに直面しながらも、彼は自分のスキルを磨き続けた。彼はチームに欠かせない存在になり、大事なゴールも決めたけど、チームの成績はなかなか上がらなかったし、途中で監督が変わるなど環境はいつも変わっていたんだ。彼はこの挑戦を通じて逆境に負けない強さや目標に向かって前進し続ける精神力を身につけたんだ。こうした経験はなぜ多くの人々から尊敬され、憧れの的になるのかを物語っているよね。彼の挑戦は私たちが日常で直面する様々な試練にも当てはまる普遍的なメッセージを持っているんだ。すごい嵐のような変化にも対応してきたんですね。でもなんで一つのことにそんなにのめり込めるんだろう。継続の仕方によっては意味のないものになっちゃう気がして、キングカズはどうしてるんだろう。三浦知良さんが一つのことに長く深くのめり込む理由は、彼の独特なモチベーションと情熱、そして目標に対する明確なビジョンにあるんだよ。彼が持続的な挑戦を続けることができる背景を掘り下げてみよう。三浦知良さんはサッカーが大好きなんだ。彼にとってサッカーは生きがいなんだ。その深い愛情があるからこそ、長年にわたってモチベーションを保ち続けられるんだよ。そして常に新しい目標を立てているそうだよ。それが彼の継続力の源で、自己向上を目指す姿勢が彼を支えているんだ。そしてまた壁に当たる。逆境から学び、新しい力を身につけていくことで成長し続けているんだ。家族や友人、チームメイト、コーチから力強いサポートを受けていることも大事な要素だろうね。それが彼を精神的に支えて、困難な時でも努力を続けられるようにしているんだ。三浦知良さんの挑戦し続けることが成功への鍵だという言葉は、ただ続けるだけじゃなくて、その過程で進化し続けることが大事なんだよ。ただ一口に挑戦するという言葉でも本当にいろいろな要素が組み合わさってできることなんですね。こんなに素晴らしいキングカズの存在や言霊をもっと多くの人に知ってほしい。そして私のようにパワーをもらったって感じてほしいなって思います。私たちはどんなことに生かしていけるのかお話ししたいです。素晴らしいね。それじゃあ自分たちの生活にどう生かせるかについて次のセクションで考えていこうよ。三浦知良さんの挑戦し続けることが成功への鍵だという言葉から得られるアイデアをリストアップしてみたんだけど、その中で何について話したいか教えてくれる？自己挑戦の継続、逆境への対応力、周囲との協力、役立ちそうなことってあったかな？逆境への対応力が気になります。だって継続していれば必ず壁に当たる時が来ますよね。どうやったら強いメンタリティをゲットできるのかは私の一番の課題なんです。これについて一緒に考えてもらってもいいですか？もちろんだよ。逆境に強いメンタリティを築くことは多くの人が直面する課題だよね。大きな壁にぶつかった時は一気に乗り越えようとすると圧倒されちゃうことがあるよね。だからこそ小さな成功を積み重ねることが大事なんだ。自信がついて次の大きな課題にも挑戦しやすくなるんだよ。あと自分に対してネガティブな考え方をポジティブなものに変えることが大事だよ。困難に直面した時、もうダメかもと思う代わりに、これは成長のチャンスだと捉えるようにするといいみたいだ。それでもうまくいかなかった時は、その経験から学ぶために振り返りをして、次にどう改善できるか考えよう。また、信頼できる友人やメンターからフィードバックをもらうことも大事だよ。三浦知良さんの全てを紹介できなかったけど、
彼を深く知れば全て実践していることだよ。あ、なんかわかった気がする。例えば、失敗の振り返りを行うってことも、言い方を変えれば小さなチャレンジですもんね。教えてくれたことって、一つ一つを見れば、難しいことじゃない。やればできること。だからキング、カズは、挑戦し続けることが、成功の鍵。つまり小さなことを積み重ねることが大事だよって教えてくれているのかと感じました。すごく心根に響く回でした。ありがとうございます。見てくださっている皆さん、他にも自己挑戦の継続、周囲との協力というアイデアも提示してくれていました。ぜひコメント欄でキング、カズの言霊について語り合いましょう。三浦知良さんの言葉とその背景を一緒に探ることで自己挑戦を恐れず周囲と協力しながら目標に向かって進む勇気が広がっていくといいね。皆さん、動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。挑戦を恐れず自分の夢に向かって進んでいますか？挑戦し続けることが成功への鍵だ。この言葉をどのように受け止め、どのように行動に移そうと思いますか？キング、カズの言霊、挑戦し続けることが成功への鍵だは、私たちにとって非常に重要なメッセージを含んでいます。これを心に留め、日々の生活や挑戦にどのように生かしていくか、心の片隅で響かせ続けていただければ幸いです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。